はい、パソコンが届きました。これでいいのかな。よいしょ。こうか。これ下なのか。違う、こうだ。これでいいのかな。こんな感じで。嘘、逆じゃ。逆だった。逆ではないのかな。いいのかな。なんかいろいろ入ってます。ちょっと待ってね。ちょっと横にずらして。これはいいか。あったあった。箱にも出るって書いてますね。よっしゃー。かっこいいんじゃないんですか。なんかこれはプラなのかな。ちょっとなんか金属っぽいけどプラのような。でも金属なのかな。でも金属か。金属ですかね。でもこの縁とかはなんかいい感じです。すごくこの縁の方は。待ってね。このキーボードはこんな感じですね。ちょっと映っちゃいそうだ。キーボードは一応あれですね、JISになってますね。エンターキーとかもちゃんとしたとこにありますね。だからカタカナとかもあるし、割となんか押しやすいし、ここも広いし、いい感じですね。で、重さはそんなには運べるぐらいの重さですね。1キロはある、絶対。で、これがですね、後ろがこんな感じで、インスペリオンってやつなんですけど、これがですね、2in1 なんですよ。いけるかな。いったいった、いったいった、いったいった。こんな感じになるんですよね。よいしょ。こんな感じで、2in1 で。すごいでしょ。ちょっとモニターこっちに向けると映っちゃいそうだからこうやってますけど、こうなるんですよ。だから、これこのままいってタブレットみたいにもできちゃうんですね。この裏がこういうモニターになってますね。でよいしょ。はい、こんな感じでした。とりあえず、で、電源はこんな感じですね。USB Type-C ですね。どこなんだろう。そしたら、これも一応見せた方がいいのかな。こんな風になってますね。これ何ですかね。ちゃんとこういうの確認しとけよって思いますよ。でもなんかタイプ C で充電するのはちゃんと確認してました。これですね、タイプ C で。ここがタイプ C2 つあって1個が電源どっちかでしたね。で、あとこれそっかそっか。これとこれ電源、そっか、これとこれで電源なんだ。そっかそっか。電源2つね。こうくっついてってことですね。で、絵みたいのがあって、で、出るの。
一応サポートみたいのがある。一応なんか保証みたいなのつけなかったんですよ。なんか1年間はついてたけど、まあ1年間ついてればいいかなと思って。あとね、割と、あの、まあ、割となんていうかな、出るって、壊れないイメージなんですよね。壊れたことあるんですけど、まあ、それ使い方が悪くてね、なんか壊れたことはあったんですよね。うん。でも、普通に使ってる分には壊れないっていうか、それはね、会社で結構使ってたのと、あと、自分がちょっと親父に買ってあげた、パソコンっていうかね、もともと自分のために買ったんですけど、親父がパソコン壊れたって持ってっちゃったんですけど、そのパソコンもね、なんか親父、なんか結構使ってたみたいだけど、うん、まあ、親父亡くなるまで壊れなかったですね。なんか、亡くなった後にね、弟が使って壊れちゃったんですけど、なんか何年だろうね。多分12、3年ぐらいは動いてたと思うんですよ。うん。なんか出る壊れないなって思ってで買ったんですよね。あの、まあね、ちょっとこれ電源とかちょっと、映してないんです。ちょっと映す、なんか見たい人いますかね？ちょっとなんか見たい人いるかなっていう変なあれですけど、あの、まあすごく綺麗な感じですけど、ですね、まあこれ2-in-1で一応これをまあ気軽に持っていけるほどの重さではないですね。ちょっと重いくらいですね。ただまあ普通に大丈夫ですね。で、なんで2-in-1にしたかっていうと、まあ今使ってるのがサーフェスなんで、サーフェスでね、でサーフェスなんですけど、でサーフェスのタッチパネルで慣れちゃったから、まあタッチパネルは必ず、うん、必要かなと思ったんですよね。自分が使う上で。触ってこう、マウスとやっぱり手と両方でこう、ね、使い分けてやった方が、まあやりやすいっていうかね。うん。まあ大きくしたり、まあ簡単にピンチアウトできるから、まあそれで、まあ、2-in-1がいいなっていうのと、あと、ただね、サーフェスって脱着式だったんですよ。こう、キーボードと話すタイプなんですけど、サーフェスプロですね。サーフェス、プロ5、プロ5だけね、なぜかニューサーフェスプロっていう名前だったんですけど、まあそれなんですけど、脱着式だったんですけど、まあ脱着式でも全然いいんですよ。タブレットとして使ったり、まあキーボードつけて、まあノートパソコンみたいに使ったりするんですけど、脱着式だとなんかこういうですね、ちょっと、膝の上でパソコンやるっていうなんとなくこうイメージ湧きますか？膝の上に乗せてこうパソコンをあれができないんですよ、サーフェスのサーフェスプロは。だからそれがねできた方がなんか気持ちなんか使い心地いいかなと思って、2-in-1だけどこう回転するタイプのやつが欲しかったということですね。で、まあ最初に欲しかったのはギャラクシーノート、サムスンのギャラクシー使ってるし、でギャラクシーもこう360度回るやつが売ってて、ただねギャラクシーのノートパソコンは日本で販売してないんですよ。だから輸入して買うか、まあ現地で買うかなんですけど、まあねなんかそういうのもね、なんか現地行って買おうかなって、その韓国行ってとか思ったんですけど、なんか現実的じゃないなと思ったんですよね。で、今の使ってるサーフェスプロも台湾に住んでた時に買ったから、あの、キーボードとか台湾なんですよ。中印になってるんですね。だから、あの、それもあるし、やっぱり、あの、日本仕様じゃないっていうのはやっぱり、まあ、違反に近いのかなっていうの、ちょっとギリギリかなと思うんですよね。なんか、日本の技的マークみたいのとかあったりするじゃないですか。ああいうのとかもまあ今のねスマートフォンも
サムスンの Galaxy Note 10 プラスなんですけど、それも香港製の輸入のやつで買ったんですけど、本来ダメなんですよね。本当言ったらダメなんですよね。ただ外国人がね日本来てスマホとか使うから、そういうのはいちいち罰したりとかしないだろうから、まあダメだけど、本当はダメなんだろうけど、許容範囲っていうかね、そういうような感じで、なんかそんなのばっかり使ってるのもどうかなと思ったし、あとはなんかやっぱり20万超えちゃうんですよね、自分の思ってるスペック。インテルだったらi7 とかの、今だったら12とか13世代ぐらいですよね。いいとこ i7 以上ですね。サーフェスが i5 だったんで、やっぱりちょっとグレード上げたいなっていうのあったんで、でそれに対抗するのが、AMD だと Ryzen になるんですけど、Ryzen 5だとやっぱりなんか i5 のような気がして、インテルのだから、Ryzen 7以上で最新のね最新の世代のやつを買いたいっていうのがありましたね。最新の世代か、タイミング的には1個前になっちゃう可能性もあるんですけど、古くなければいいかなと思って、でそうやって探すと、ギャラクシーは買えないとしても、やっぱり同じサーフェスをね、サーフェスのラップトップとかになっちゃうと思うんですけど、やっぱりなんかちょっとスペックがね、あのあとそうです、あとメモリが16以上欲しかったんですよ。今8なんで、やっぱり動画をね編集したりするのにはやっぱり16以上かなと思って、なんかアップルの MacBook Air とかでも8からスタートみたいなんですよね、メモリって。今 M3 まで行くんでしたっけ。なんかメモリいきなり、メモリって結構Mac の方は少ないんだなっていう印象はありますね。だけど Mac で買うとしてもやっぱり16はあった方がいいと思うんですけど、今時16ないっていうのも変ですね。ただ16にするとやっぱりね、一番いいのは32ぐらいだと思うんですけど、自分は16あればとりあえず、今まで8だったからね、16あればいいかなと思ったんですけど、要するにRyzen 7の、最新世代か、i7 以上の最新世代で、SSD は512以上で、これは1テラですね。でメモリは16以上、30、希望としては32まであってもいいかなぐらいの感じだったんですよね。でタッチパネルで2 in 1のやつで選ぶとやっぱり20万とかいっちゃうし、かっこいいやつだとやっぱりサーフェスとかになっちゃうんですよね。ちょっとあのかっこいいやつだと HP とかですかね、ヒューレット・パッカードとかになると思うんですけど、レノボはねレノボはちょっと、台湾で壊れちゃったからそのイメージが強くて、レノボのせいではないと思うんですけどね、壊れちゃったっていうイメージが強くて、だってなんか5年も使ってなかったと思うんですよね。まだまだいけると思って台湾持って行ったらぶっ壊れちゃったんですよ。台湾の気候とかね、湿気ってるし、湿気が多いし暑いし、あと学校でパソコンとか支給ないんですよ。だから自分のパソコンとか持っていくしかないから、運んだ振動とかね、そういうのいろいろあって壊れちゃったと思うんですけど、レノボのせいではないと思うんですけどね。そのレノボとね一緒にねKindle Fire HD8 当時の古いやつですね、その当時使ってたやつもうぶっ壊れちゃったんですよね、台湾で。特に雑に使ってなかったと思うんですけど、運んだりしてたけど、でレノボはだからちょっと嫌だなっていうのとあったんで、レノボそうですね、レノボのはその時は i3 だったかな。でもハードディスクってすごいなんか動作遅かったですね。
だから Surface i5 でまあ7世代だったんですけど、第7世代でまあその Windows の11に対応してないんですよね。まあまあその流れでそのまたね Windows 今11だけど12とかになった時にまたなんかその世代が古いとね対応できてないとかってなっちゃう可能性もあるんで、1世代だけね、だから8世代だったら対応できてたんですよね。1世代違いだけだったんで、だからなんかやっぱり最新の世代のものがいいかなっていうのはありましたね。うん。でこれがですね10万円ぐらいだったんですよ。なんかその時セールもあったのかな、なんか安いですよね、なんか、ほぼ、いや、なんかだから本当に、ライゼン7の、何世代だったっけな、ライゼンちょっとわかんないけど、まあ新しい世代だと思うんですけど、で、メモリが16で、SSD が 1TB で、まあタッチパネルで、まあこう360度回転するタイプで、うん、10万円ぐらいですよね。まあオフィスはつけなかったんですけど、まあ、オフィスはね、なんか、まあインターネットで、ネットつながってればできるし、まあ、これでやっぱり動画編集とかは大丈夫だと思うし、デルだからもしかしたら10年ぐらい使えるかなっていう感覚ではあります。まあ10年も、まあ、10年使うために、まあ一応最新の CPU にして、まあね、ライゼン7にして、うん、で、SSD も1テラあるし、で、まあ、メモリも16あるから、しばらくは大丈夫かなと思うんですけど、うん。まあね、ネットっていうか Amazon とかで見てた時は、なんていうかな、まあ、そのサーフェスとかを、まあ、除いた 2-in-1 のやつ、で、まあ、中華メーカーのやつが結構あったんですけど、CPU がね、N100 とかってやつだったんですよね。なんか良くなったらしいんですけど、今割といいらしいんですけどね。ただ、やっぱりね、なんか、i3 でさえちょっと不安だったりするのに、N100 は無理だなと思って。うん。i5 でさえちょっと今回は却下してるから、だから N100 とかでね、なんか 2-in-1 あって、いくらメモリが16あっても、どうかなと思うし、ハードディスクっていうか SSD が500とかあってもね、なんかやっぱり、嫌だしね、なんかやっぱり、2way とかなんですよ。ドンキパソコンとかの元になってるやつとか、あと、学校でタブレットめっちゃぶっ壊れたメーカーですよね。あと 2way だとやっぱカフェでちょっとこう 2way ってやつこうカフェで使えないですよね。カフェで使うことないと思うんですけど、僕家でやる方なんで。でもやっぱりなんか旅先とか行った時にはそういうカフェとかね、そういうまあ旅行中とかね、移動中とかやっぱり新幹線とかね、また北海道行かなきゃいけないんで、まあそういう時に使うとしたら、やっぱりちょっと 2way とかは無理だなと思って。せめて HP かレノブぐらいですね、落としても。で、デロだったらいいかなって思ったんですよね。まあそんなに恥ずかしくないかなっていうことですね。いや、僕こうやってなんかデロのこう縁があったやつが割とかっこいいなって思ったんですけど、なんか銀色の銀とか金とかの縁で、こっちが黒いプラスチックとかなってるやつとか、ああいうのでも良かったんですけど、これはこれでいいですよね。ちょっと、MacBook 寄りですね。なんとなくね。はい。デルだったらそんなにかっこ悪くないし、で、まあ、だからその、まあ、ギャラクシーブックとかじゃなく、ギャラクシーでもない、サーフェスでもないってなった時に、まあ、何がいいかなと思ったら、やっぱり、なんか HP はね、ちょっと、HP も昔壊れたんですよね、パソコン。だから、そのイメージが強くて、だから HP とレノボはちょっと嫌だなっていうのはありましたね。あと、
日立とかのパソコンですかね、壊れて、買ってすぐ壊れちゃったんですけど、それ日立のせいじゃなくて、えっと Windows のアップデートにウイルスが入ってたっていうか、ウイルスなのかな、なんか不具合があって、バグですね、ごめんなさい。Windows のアップデートでバグがあってパソコンぶっ壊れちゃったことあったんですけど、まあなんかあんまり問題になんなかったんですけど、もうすごい、多分これで壊れた人って多分世界中にいっぱいいると思うんですよね。なんであんまり問題になんなかったのかなと思って。もうなんかその時買ったばっかりだったから壊れないだろうと思っていっぱいなんかあの画像とか写真とかをね取り込んで入れたんですよ。だからそれがね、だから全部消えちゃったっていうかね、まあ今だったらハードディスクあったら回復できたかもしれないんですけど、当時そういうことってね、なんか、あんまり知られてなかったっていうか、あんまりそういうの、ハードディスクあったらなんとかなるよとかっていう話はなかったから、もうなんかね、まあ欲しいっていう人がいたから、壊れたやつでも欲しいっていう人がいたらあげちゃったんですけど、まあそういうちょっと苦い思い出が。あとはバイオですね、昔使ってたの。安定しなかったような気がして、だからバイオとかもなんかちょっと不安なんですよね。ソニーじゃなくなったんですけど、まあそんなとこですね。まあなんかちょっと結構気に入ってますね。いや、なんでこんなに安く買えちゃうのかなっていうのがありますね、やっぱり。でデルのこのやつなんですけど、アマゾンでもうちょっとスペック悪いやつが15万ぐらいするんですよね。だからデルのそのデルのなんかサイトで買った方が安いです。デルの場合はね、それでオーダーメイドだから自分の好みのパソコンを選べるし、うん、まあすごいいいなと思って、なんかまあね、なんかもうパソコン買おうって、もうどうせもうサーフェス使えなくなるから、まあ早い、もうあとね時間の問題だったんで、もう Windows ね10は終わっちゃうんで、うん、だからまあもうそろそろ買わなきゃいけない時期ではあったんですけど、まあなんか一番いい日って12月10、違ったっけ、3月15日だったかな、3月15日だったっけ、3月10日だったっけ、3月15日だかな、3月15日ですね確か。なんか一番いい日って言われる日になんかちょっとなんか自分になんか今後もね影響するようなものを買った方がいいんじゃないかっていうねなんか YouTube で言ってる人がいたから、いいかと思ったきっかけで買ったんですけど、まあ探したけど全然ないなっていうのがあって、まあギャラクシー買おうかなと思ったけど、まあ現実的じゃない、もう25万ぐらいするんですよね、なんか輸入とか頼って買うと。でこのデルのスペックよりもあまりよくワンランクぐらい落ちる感じですよね。うん、まあそれはサーフェスも一緒で、やっぱりサーフェスも20万ぐらいしちゃうかなと思って、まあその半分ぐらいで買えちゃうんですよね。で信頼できるメーカーでそんなになんかダサくないから、逆にね僕はなんていうかな、Mac をスタバとかでこう広げたりするのはね、逆にちょっと抵抗あるんですよね。Mac 使ってる人すいませんね、なんかあのなんでかっていうと、いやなんかいかにもって感じするじゃないですか。いかにもスタバで Mac ってちょっと恥ずかしいなって思って、いやあのスタバで 2way の方が恥ずかしいけど、うん、いやスタバで出るはどうなんだって言われてもちょっと別になんかビジネスマンっぽくていいと思うんですよね。だからスタバでマックってなんかちょっとなんかいかにもって感じして嫌だなっていう、なんかいや僕の意見ですけどね、多くの人はスタバでマックってかっこいいステータスだと思うんですけど、まあ自分の意見としてはね、スタバでマックはちょっと恥ずかしいなっていうのはありましたね。はい、そんなとこですね。まあ 2-in-1 でまあこれをねこういつも持ち歩くっていう
のにしたらちょっと重いかなって感じでも14インチなんで画面がだからまあこのぐらいの重さしょうがないかなと思いますね。ずっしり重いってことではないですね。昔の本当になんだろうレノボのパソコン本当にすげえ重かったからなんかあれに比べたらでもプラスチックだったんですけどねレノボのパソコンプラスチックでなんであんなに重かったのかな。なんかやっぱりレノボちょっと気に入らないとこがあるなんかこうレノボってロゴもね剥がれてきてたりしてたんですよ。買ったばっかりでなんかねテープが弱いのかなんか知んないけどなんかで電話したんですよ。このロゴのとこだけなんとかもう直していただけないですかって言って買ったばっかりなんですってレノボに電話したらなんかテープかなんか上から貼ってくださいとか言われたんですよねサポートセンターにまあそういうことあったから嫌だったのかもしれないですねレノボはいそんなとこですね。なんかシャオミとかも多分パソコンあるんだろうけどなんか日本では売らないんでしょうね多分ね。まああるかどうかは分かんないけど多分あんだけいろんな家電とかも出してるぐらいだから本当はあるんだろうけど日本では売らないと思います。で僕の提案なんですけどもまあねパソコン買うんだったらまあまあちょっとねパソコンのノートパソコンの感じはあんまりかっこよくないんだけどマウスとかあとドスパラとかでちょっといいななんかちょっとまあまあこうかっこいいなっていうかちょっと恥ずかしくないようなやつだったらデルがいいと思います。でそれオンラインのね通販でアマゾンとかで買うんじゃなくてねそうやってなんかオーダーメイドして買うのが割と安く済むんじゃないかなと思いますね。で家電量販店で買うと多分何も分かんないで言っちゃうと多分CPU とかもう N100 とかになっちゃうと思うんですよね。なんかあとはi5 とか i3 とかの世代もちょっと1世代とか2世代ぐらい古くなっちゃったりとかまあ、あと SSD も2頃ぐらい256とかぐらいしかないやつとか買わされちゃうんじゃないかなって。あともなんかオフィス365つけろとか言われるかもしれないしなんかね自分のなんか本当に好みのパソコンを安く買うんだったら本当デルとかがいいと思いますね。あとは昔僕買ったことあるんだけどマウスですね。会社で買ったんですけどでもちょっと壊れちゃった記憶がそれも壊れたのかいっていうけど、まあ、マウスですかね。あとはなんか買ったことないけどドスパラとかですかね。でもドスパラのパソコンはあんまりこういう多分ロゴとかないと思いますねドスパラってやつは。多分こうのっぺらぼうとかのやつでまあドンキ PC みたいな感じだと思うんですけど見た目はまあでもスペック的にはすごくいいの揃えてると思うんですけどね。まあドスパラとかマウスとかあとは本当にまあ僕のおすすめはデルですね。デルはすごい信頼してるっていうかなんか好きなんでしょうね多分ねデルがねってなんか今までは本当に仕事で使うってイメージだったんだけどだから一度はね自分用に買ったんだけどまあ親父が持ってっちゃったから親父のものになっちゃったんだけどなんか一度はね自分用にもデル買ってるんですよね。だから、デル好きなんでしょうねなんかね。でもなんかノートパソコン分解するのは結構大変そうだったな昔のデルのやつは。なんかメモリとか、メモリはそうでもないのかなハードディスクを SSD に交換しようかなと思ったんだけど、まあ親父がねちょっとパソコン遅くなってきたとか言ってた時にねちょっと変えようかなと思ったんだけどなんか複雑すぎてちょっとバラしてねなんか交換するのはちょっと大変かなと思ってやめたんですけど、そういうのはちょっとメモリも16あるし SSD も 1TB あるからまあ大丈夫かなとは思ってますけどはいそんなとこです。ではまたねちょっと嬉しいなって
徐々にね移行してどうしようかなってもう今日からもうパソコン机入れ替えちゃうかなとか考えてるんですけどまあなんか今日明日ぐらいはセッティングとかで楽しめるかなと思ってます。はい、はい、ではまたね。